はい、これで2匹ともハマってます。抜け出すことはできません。はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドやっていきます。今日はちょっと風景が違うと思うんですが、海中に来てます。で、なぜかっていうと、本日に関しては、ご要望があった、ソテウティスくん、イカちゃんですね、のトラップのご紹介になります。ついでと言ってはなんなんですが、二大巨頭であります、モササウルスにも対応しております。まあ、サイズ感が一緒なので、モサに関しては少し動けるので、返し付けたタイプのものもあるんですが、今回作ったやつの方がコストが安く済みそうなので、カットしました。まあ、今回のもので十分対応できると思うので、まあ一度ご利用いただければと思います。では、本編どうぞ。では、ソテイティスくんとモササウルスくん対応のトラップになります。必要素材はこちら。極力コストを抑えるというものよりは、どちらかというと設置しやすいというタイプの感じに、設計しております。なんで、もちろん壁台とかをですね、普通の壁にしていただければ少し抑えれたりとかもあるんですけど、海中設置、特に深海とかだと大変だと思うので、そこも含めてこの資材にしてます。では、早速作っていきましょう。では、柱から始まるんですが、一応場所として柱を5個置ける場所、横にですね。で、その両サイドに三角土台を置くので、ここだけスペース確保が必要になります。まあ、多少高さ調整すればいいんですけど、作っていきますね。柱をとりあえず、5本置きます。で、土台。で、ここは回収でいいです。真ん中と両サイドだけ三角土台ですね。置いて、そこだけ残す形ですね。で、壁台を2段。両サイドですね。普通の壁で使ってもらっても全然問題はないです。手抜きなだけなので。で、トラップドア。巨大トラップドア枠。台2枚重ねてるんで、8段になってるんですけど、1個上、7段の部分。一番上じゃないんで。で、壁でやればこの一番上の1枚分浮きます。ここが要は捉える部分。ここ柱1個あるだけで通れないので、三角取りで、ここにも柱を3、4。で、一応5。で、ツソテウティス君の場合、4マスが抜けれないので、4マス開けて、ここに門を設置します。なので、ここに、まあ、通常はここを回収していただいて全然いいんでね、間隔取りだけなんで。で、ここに天井でもハッチワークでもいいんで、いただいて、はしご。この状態で、この多分、この4段目に反応するためにちょっと浮くんで、その落ちたところに設置。位置的に行くとこういう感じですね。ここ目に設置がされているようなイメージで。こんな感じね。で、ここはもう、必要ないので、ここ目もまあなくてもいいんですけど。
で、扉を設置。なんで、設置の感じとしては、こんな感じですね。全部回収すると。で、扉開けて、できれば内側の方がいいですね。では、実際試してみましょう。では、今回はダンクル君に手伝っていただきます。では、呼び出しますね。はい。でこの状態で扉を閉める。はい、これで OK です。この状態で、どの角度を向いても抜けれないので、抜けそうで抜けないんでね、これね。違うね。でこれ、ちょっと適当に設置した場合に、この大扉斜めになってると抜ける場合あるんで、そこだけご注意ください。まあ、できればはしご使ってまっすぐ設置していただいた方が、いいと思います。で、これはこれでちょっと置いときますね。では続いて、モササウルスくんも、はめてみますね。はい、これではまったので、あとは閉めるですね。はい、これで2匹ともはまってます。抜け出すことはできません。まあ、この絵を撮りたくて2つにしました。はい、これでテイムができました。で、続いて、マササウルス。はい、これで寝ました。あとはテイムするですね。はい、テイムできました。まあ、今回はレベル見てなかったんで、そんなに高くはないですけど、問題なくテイムもできます。ちなみに、モサとかテイムするときですね、この真空室作れるんであれば、電撃麻酔弾とか使えるので、便利かと思います。まあ、そこそここっちはコストかかりますが。再度まとめになるんですけども、形としては、これ回収してないパターンですね。真ん中に柱を置いて、まあ5本ですね。柱並べていただいて、そのサイドに、三角土台。三角土台。ね。で、ここ2本は回収してもらっていいので、真ん中以外ですね。
なんで、真ん中置いた後、2個設置して、三角土台を置いたら、この2個を回収する。こっちも、2個置いて、三角土台設置したら2個回収するっていうのが一番いいかと思います。壁台を2枚。これはまあ普通の壁でもいいです。であれば7枚で済むんで。ただ、まあ単純に設置のしやすさ2回で済むんで、台にしました。で、ここに関しては、個数的に多分こっちの方がいいです。石のハッチ枠置くよりも、こっちの方がコストはいいと思います。巨大なハッチ枠ですね。まあ、設置1回で済むんで楽です。で、次に、真ん中のところから柱を1、2、3、4つですね。で、5つ目にこの扉がある感じ。で、設置するときなんですけど、まあ目分量でもいいですが、水中なんで大変なんで4つ目のところに、天井、まあ3つ目でもいいんですけどね。置いて、柱を置いて、この状態で設置していただいた方が、確実です。まっすぐ置けるんで、ちょっと斜め向いてて抜けちゃうとかもないんで、もう状態で設置。まあこの視点と使い分けながらです。ここから離れてしまうと、やっぱ水中で不安定になっちゃうので、柱持ったまんまですね、設置していただくようにしていただくといいです。で、この部分はちょっと壊さないといけないんで、なんですけど、多分、回収はちょっと難しいと。ここは別に回収、まあ間隔取ってるだけなんで回収でいいんで。で、扉ですね。貼っていただければ出来上がりです。あとは、まあダンクルでもバシロでもいいんで、メガロサウルス。で恐竜乗ったまま、こっちに来ていただければ埋めれると。できれば扉内側にあった方がいいです。逃げられにくいです。まあ外側の方が恐竜から攻撃はされにくいんですけど、こうですね。左側の扉を押せば内側に開く。こういう感じですね。であれば、誘って、そのままこっちに来て、押すだけなんで、恐竜乗ったままですね。逃げられにくいです。で、こっち側に逃げれば、逃げられにくいです。ちょっとギリギリのサイズ感にしてるので、こっち回っちゃうと、ひょっとすると抜け出す可能性が出てくるので、内側に扉を置いていただいて押していただくのがいいかと思います。そんな感じですね。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日は海の二大帝王、ソーテウスティス君とモササウルス君の、トラップでした。コスト下げたい場合は、巨大扉をこの壁と柱にしていただければ、少しは、扉分ぐらいは安くなります。柱1本の差が出るので。ただまあ大した差ではないと思うので、使い回しできる扉タイプの方がいいかと思います。で、こちらに関しては、プレシオタウルス君にはサイズ的に対応していないので、ご注意ください。サイズ的にこの2匹のトラップになってます。では、まあ、他にもですね、いろんなトラップ、海生物であったり、汎用型であったり、計画しておりますので、よろしければチャンネル登録、あと役に立ったなっていうのもあれば、高評価よろしくお願いいたします。では、またお会いいたしましょう。バイバイ。